こちら、青野です。SBI が JPYC に宣戦布告をしました。今、ステーブルコインの円建てで出ていったところもありますけど、なかなか量が小さいから、ローンチしかできないから、一つもインパクトがないね。まあ、彼らにチャレンジしたことは立派だと思うんだけど、だからどうせ、うち作って動き出したら彼のとこ潰れちゃうんじゃないかなと思うから、あんたんとこ買ってやろうかと言ったら、えらい値段高いこと言ってきて、じゃあそれはもういらないわと言ってやめたんだけどね。ランワンファイ。そこでこの動画では、日本円ステーブルコインを分析し、JPYC と SBI のステーブルコインのどちらが勝つのかを予想します。ステーブルコインは1枚1ドルのように価格が安定しているコインのことです。価格を安定させる方法は複数あり、代表的なのは発行枚数と同等の資産で価値を裏付ける方法です。例えば、1億ドル分の法定通貨や国債を保管した上で、1億枚のステーブルコインを発行することで1枚1ドルの価値を保証します。これを法定通貨担保型ステーブルコインと言います。ステーブルコイン市場の 99% 超はドル建てが占めており、市場規模は2022年に20兆円を突破。その後も急速に拡大し、2026年に50兆円を突破しました。一方、日本円建てステーブルコインの市場規模はほぼゼロです。このままオンチェーン上の決済がドル建て中心になれば、日本円の存在感がさらに低下していく可能性があるので、日本政府は2023年にステーブルコイン周りの法改正を施行しました。法定通貨担保型ステーブルコインを電子決済手段と定義し、暗号資産とは別枠で規制することで決済手段として育ちやすくしました。同時に発行者と仲介者を金融規制の中に入れ、利用者保護やマネロン対策も整備しました。ステーブルコインを発行できる事業者は、銀行、資金移動業者、信託会社、信託銀行のみです。法改正後の2025年、日本企業の JPYC 株式会社が金融庁から第二種資金移動業のライセンスを取得し、日本初の電子決済手段としての日本円建てステーブルコイン JPYC を発行しました。続いて SBI がステーブルコインの発行計画を発表し、先日の決算発表会で今年2026年度第一四半期でのローンチ予定を明らかにしました。この2つのステーブルコインには興味深い共通点が指摘されています。JPYC のロゴは青色、中心に円マーク、周りに丸い線があります。一方 SBI のステーブルコインの名前はJPYSC、ロゴは青色、中心に円マーク、周りに丸い線があります。似ているね。なぜこんなにデザインを寄せてきたのか疑問が持たれていましたが、SBI が JPYC に買収を提案したけど、えらい値段を言われて交渉が決裂したという話から、その理由がなんとなく見えてきます。北尾社長は JPYC のことを量が小さいと指摘し、SBI のステーブルコインが動き出したら JPYC は潰れる可能性があるという趣旨の発言をしたので JPYC の現状を確認します。これは現在の JPYC の総流通量です。5億1333万円。これは JPYC の累積発行額です。22億9110万円。グラフの傾きを見るとわかるように、今年の4月以降、増加ペースが低下しています。JPYC の目標は3年で10兆円。将来的に USDT、USDC に次ぐ世界3位のステーブルコインを目指しているので、目標に対してはまだかなり初期段階と言えます。さらに日本国内の法人決済市場は年間1000兆円規模。全銀システム全体では4000兆円規模であることを考慮すると、北尾社長の言う、量が小さいという発言には一定の根拠があると言えます。
JPYC の流通量が期待するほど伸びていない原因は、発行からまだ時間が経っておらず、使える場所が少ないことに加えて、100万円制限という大きな原因があります。JPYC は第2種資金移動業者が発行する1号電子決済手段、通称資金移動業型ステーブルコインです。第2種資金移動業では、1件あたり100万円以下の送金を扱うことができ、受け入れ額が100万円を超える場合、送金と無関係な資金を置きっぱなしにしてはいけないルールになっています。例えば、ユーザーが日本円を払って JPYC を発行したり、JPYC を日本円に戻す償還をしたりする場合、1回あたり100万円までです。この入り口と出口に100万円までという制限があるため、数億円単位の取引が多い法人決済や大口送金には使いにくいという欠点があります。仮に JPYC 社が第一種資金移動業を取得した場合、100万円制限は受けなくなりますが、今度は資金の滞留規制が厳しくなり、ユーザーが運用や長期保有を目的に発行しにくくなる可能性があります。一方、SBI のステーブルコインは3号電子決済手段、通称信託型ステーブルコインです。信託型ステーブルコインは送金滞留100万円制限を受けないため、数億円単位の取引が多い法人決済や大口送金に使いやすいと言えます。そのため、SBI のステーブルコインが今年登場した後、JPYC の流通量をすぐに抜くことは想像に難くありません。以上を踏まえて JPYC は潰れるのか、ステーブルコインの勝者は誰なのかを予想すると、JPYC は潰れない。住み分けと予想します。SBI が発行する信託型ステーブルコインには100万円制限はありませんが、信託銀行による特定信託11件の発行である以上、マネーロンダリングやテロ資金に対する利用者保護などを極めて厳しく設計する必要があります。そのため、最初は本人確認済みや許可されたウォレットのみの利用を前提としたホワイトリスト型の流通設計となる可能性が高いと考えられます。もし誰でも自由に無制限で使えるパーミッションレスのステーブルコインではないとすると、DeFi で運用したり、二次流通市場に流動性を作りづらくなるという欠点が生まれます。一方、JPYC はユーザー自身が外部ウォレットで保有移転できるステーブルコインなので、DeFi で運用しやすく、二次流通市場に流動性を作りやすいという強みがあります。このように信託型ステーブルコインにも不得意な部分があるため、JPYC は潰れず、互いが得意な分野を伸ばす形で住み分けながら成長していくと予想します。この後の注目ポイントは、SBI のステーブルコインのパーミッション設計、3メガバンクによる共同ステーブルコインの詳細発表、JPYC が三菱 UFJ 信託銀行、プログマと共同検討している信託型ステーブルコインの発表です。大きな動きがあったらまた報告します。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。このチャンネルでは投資判断に役立つ深掘り情報を解説しています。次回の動画を見逃さないようチャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。